はい、こんにちは。今回からブループリントインターフェースを使ってキャスト以外のイベント通知を組んでいきたいと思います。まずはどこからでしたっけ？テイの、ちょっとこの前オーバーラップの時に組んだやつをぐちゃぐちゃになってるのを一回整理したいと思います。とりあえずこのテイに関してはオーバーラップで組んでみるっていう形で、まずはカプセルに当たってプレイヤーが死ぬってやつですね。ダメージではなくカプセルに対してで、ここにこのキャストの時に読んでたこの、デスみたいな感じでこれをここに入れたいっていう感じなんですね。入れたいというかこれの代わりになるものみたいな感じの用意したいなと思います。で整理が済んだら次にブループリントインターフェースを追加します。ブループリントインターフェース。新しいフォルダとかを用意してもいいんですが、結構ぐちゃぐちゃになってきましたけど、このブループリントの直下に用意しようと思います。ブループリントインターフェース、ちょっと見づらいですかね。上にして、この状態で、この右クリックからブループリントのブループリントインターフェース。これをクリックすることで、ニューインターフェースっていうのができるので、まず BPI。名前は何でもいいんですけど、後々検索で見つかりやすいように BPI アンダーバー、これ、アンダーバーの後はこう、つなげるものに近い名前をつけるといいかなと思うんですけど、この 2D サイドスクローラーにつけようと思うんですけど、この 2D サイドスクローラーっていうのを、ここに打ち込むとちょっと分かりにくもないのか。ちょっと長くなっちゃう気がするので、プレイヤーにしておこうと思います。で、この BPI プレイヤー。この BPI プレイヤーをダブルクリックで開いて、まず新規関数が一つだけあるんですけど、これもなぜか日本語になっているのを、名前を BPI アンダーバープレイヤーの、今回に関しては死ぬ関数に飛びたいので、ですにしようかと思います。この BPI プレイヤーです。例えばこれをですって漢字にしてもいいんですけど、これ検索性も悪くなるし、他と被ると結構エラーの原因になるみたいなので BPI で、接続先は分かりやすくプレイヤーですにしておきます。まず設定はこれだけでいいかなと思います。で、名前を付け終わったら、ブループリントインターフェースの関数の名前を付け終わったら 2D サイドスクローラーを開いて、スクローラーキャラクター、プレイヤーですね。プレイヤーのブループリントを開いて、このクラス設定ってところを選ぶと、この右側の詳細欄のインターフェースっていうところに、インターフェースがありませんって出てる。何も設定してなければインターフェースがありませんって出るので、この追加ボタンを押して、ここで BPI と検索して BPI プレイヤーを追加するっていう形ですね。これで、この BPI プレイヤーっていうブループリントインターフェースとプレイヤーが繋がってるっていうことで、コンパイルして保存。で、今回、まず組むのが、この des のところに、飛ぶようにしたいんですけど、この BPI の関数が、ここに、BPI、一番上にイベント BPI プレイヤーですっていうのがあるので、これがブループリントインターフェースの通知が来たらここから呼ばれてくるっていう感じですね。どうなんですかね。こっちの des をなくしてもいいのかな。とりあえず、このプレイヤー内で何かしらが起こったら des に走るっていうのと、ブループリント通信から、des 関数に飛んできたものを、両方ともここで走らせるっていう感じにしようかなと思います。丁寧に作ればこの des がなくてもいいんじゃないかっていう気もするんですけど、データの構造的にこれを消していいものかどうかがちょっといまいち覚えてないというか、どういう構造で作ってたっけって感じなので、念のため両方使う感じにしておこうと思います。で、コンパイルして保存をして、次にこの テイのここのアザーアクター、オーバーラップした後死ぬっていうところに飛ばしたいんですけど、結局これに飛ばすことはできないんですけど、これの代わりというか、ここに BPI プレイヤーです。
これを送ることで、ちょっと確認してみましょうか。多分これでオーバーラップしたら死ぬ。これが入ってなければ死なないってことでいいのですよね。なのでここが走ったらここの BPI プレイヤーですに入って、これがこのブループリントインターフェースを一回経由して、ここに来るっていう感じですね。ですの関数に来る。この辺経由するっていうものがなんか処理に時間かかりそうな気がするんですけど、そんなことを気にするほどかかんないっていう感じなのかなっていう気がしますね。って感じですかね。とりあえず死ぬっていう。とりあえずこの、キャスト以外、キャストを使わない方法っていう形出したとしたら、こんな組み方もあるんじゃないかなっていう感じですかね。で、差っていう形で言うと、あれですね、このキャストって、オブジェクトの健康診断書みたいな、大体こう、情報がいろいろ全部持ってるっていう状態なので、お名前なんですかって聞いたら、なんか健康診断書が渡されるみたいな感じで、名前以外いらないんだけどっていう感じだけど、パソコンっていうかコンピューターだとこの文字情報をバーッと検索情報を精査するのは、一瞬でできるんでそんなに問題にはならないんですけど、100個も200個も出てくるとなんか徐々にいらない情報を省いた方がより処理速度が速くなるっていう感じで、これがいいのかなっていうのを、今検証してるんですけど、とりあえずこの、ここに関しては、こっちが健康診断書を渡されるくらいな感じだとしたら、こっちはなんか通過したやつはなんか誰かは知らないけど通過できた人ならそれなりの人やろうって感じで、通知が来たことを私書箱っていうのかな、所定の私書箱になんか通過しましたよっていう通知を送るっていう感じなのかなっていう気がします。これに関しては本当に通知が来ましたよっていうだけを送ってるので、ここに対してこの変数を持たせて渡すっていうこともできるんですけど、ここに関しては通知が来ましたよっていうだけを送ってるっていう感じですね。あんまりうまく説明できてるかどうかよくわかんないですけど、そのくらいの差はあるのかなっていう気がしますね。ただこのブループリントインターフェースは一回このブループリントインターフェースを通過してからこっちに来るので、その方が重くなるよみたいなことを言われたらどうなんですかねっていう感じですけど、今のところこれがおすすめな気がしますね。もろもろやっていくうちにそうじゃないよっていう話になってくるかもしれないですけど、これがベースの組み方ですって感じですね。でとりあえずこのベースの組み方は分かったというか説明したので、次にこれはですなんですけど、次はこうジャンプ、この四角いボックスに触れたらジャンプしますっていうやつを、このオンコンポーネントビギンオーバーラップのボックスに対して同じ感じで組んでみたいなと思います。そう。あと、このBPI っていうか、ブループリントインターフェースのこのメッセージなんですけど、どっかの記憶でこう、ターゲットがなくても走るイメージがあったんですけど、の記憶違いですね。これターゲットが結局ないと、宛先がはっきりしない感じになってたんで、一応やっぱりこのアクターはいるんだなっていうのが、ちょっと勘違いしてたんで、ターゲットなしで組めると思っていた人がいたら、そうじゃなかったわっていう感じですね。でもなんかでこう、ターゲットがなくてもいった気がするんですけど、とりあえずターゲットは必要ですという形で組んでいきますか。ブループリントインターフェース BPI プレイヤーを開いて、関数を追加。名前を BPI アンダーバープレイヤーローンチ。これ読み方がランチャーっていう言い方するとランなのかなと思ったりするんですけど、一応ローンチでいいんですかね。いいみたいですね。ローンチ。BPI プレイヤーローンチっていう関数を作って、設定的にはいじる必要はない感じで使っていこうと思います。で、作ったら、2D サイドスクローラー。プレイヤーの 2D サイドスクローラーのところにやってきて、このジャンプの、別にジャンプのとこじゃなくてもいいんです。どこでもいいんですけど、
ちょっとジャンプ系っていうことで、ジャンプのコメントの中に、BPI、イベント、BPI プレイヤーローンチ。これを読んできて、テイの昔組んだこのローンチキャラクターを持ってきてって感じですかね。このローンチキャラクターで600の値でジャンプするっていう。これで保存をして、で、テイの中に戻って、ここ検索で BPI の、ですではなくローンチの方を選んで、多分これでボックスを踏んだら1、2、3で、ほい、とりあえずジャンプしますねっていう話で。で、ジャンプするだけじゃなく、これに関しては踏んだらテイが死ぬっていう扱いなので、これを、別にこっちからじゃなくても検索でですってやればいいんですけど、ターゲットはテイ自身なのでって感じですかね。こういう感じで組んで試してみます。ほい、ほい、ふんと倒れる。次に、ついでなんですが、ゲームインスタンス。こっちのスコアに使ってるこのゲームインスタンスの仕組みも、ブループリントインターフェースで組んでみようかなと思います。名前を、ブループリントインターフェースを選んで、名前は BPI、ゲームインスタンス。なんかこう BPI-GI とかって略してみようかと思ったんですけど、なんか GI だとグローバルイルミネーションとなんかイメージが被るんで、略さないでいこうかなと思います。開くと、新規関数があるので、これを BPI ゲームインスタンス、これは別に短くしてもいいですけどね。ゲームインスタンススコアにします。で、インプットのところに、スコアはインテジャーでいいんだっけ？ゲットポイントか。ゲットポイント名前にして保存しておきます。で、そこまで済んだら、フォルダーの中の久しぶりに触るこのPP ゲームインスタンスを開いて、このイベントグラフ、あんまりこのゲームインスタンスでイベントグラフを触ることはない気がしますが、別にまだイベントグラフじゃなくてもいいですが、クラス設定ですね。このクラス設定を選んだ状態で、このインターフェースがありませんってなってるところを、BPI で BPI アンダーバーゲームインスタンスを選んで保存。これBPI のプレイヤーの方を選んでもいいかなと思うんですけど、処理的になんかあんまりぐちゃぐちゃにならないように別にしといた方がいいかなと今のところ思ってます。で、この BPI ゲームインスタンスを、実装というか加えた状態で、右クリックから BPI で一番上のイベント BPI ゲームインスタンススコアを呼んできて、ここのゲットポイントをこのスコアカウントって昔作ったこの、足し算するやつを、引っ張ってきて、ここの数値をゲットポイントの値をここに渡してあげるって感じですね。これで、ブループリント経由でポイントが入ってくるっていう形で、まだあれですね、定に設定していないので、これから定に設定をしていきたいと思います。で、定の中に戻って、ちょっとあちこちにいろんなゴミが残ってますけど、ゲームインスタンス。この、ちょっとここを切り離して、これを、この間に BPI ゲームインスタンススコアを入れて、ゲットポイントを200にして、あと必要なのはこのゲームインスタンスをターゲットに仕込む必要があるので、こういう感じですかね。ちょっととりあえず何が違うかっていう形になると、このキャストがなくなるっていう、その代わりブループリントインターフェースっていうものをかませているっていう形で、ブループリントインターフェースの方が処理としてはスマートなのかなっていう形で、こういう感じでやってますって感じですね。なんか、これがいいのかなと今のところ思ってますって感じですね。ゴミは捨てた方がいいんですけど、ちょっと後々なんか比較するようであってもいいかなと思ってそのままにしてます。で、コンパイルして保存。とりあえずこれがちゃんと機能しているか確認してみましょうか。とりあえず死んだら200ポイント。なんかコインがあったので今300ポイントですけどね。踏んだら200ポイント。
これは機能してるっていう状態になってます。プレイヤーと、ゲームインスタンスって感じで、この定義を取り巻く環境としてはキャストの状況は、この辺で解消されるのかなっていう気がしますね。で、さらに、ついでなんですけど、このブループリント上で、このレベル3のブループリント上で、このイベントグラフで、ここにもキャストがいっぱい使われているので、ここもブループリントインターフェースに変えてみようかなと思います。でここがブループリント、ゲームインスタンスのワールドとタイムをセットしているので、ゲームインスタンス、これじゃない、BPI ゲームインスタンス、これですね。の、新規関数で BPI アンダーバーゲームこれやっぱ短くした方がいいですかね。ダンス。名前をレベルビギンにします。で、このインプットってところに、上がワールドレベル。ワールドレベルで、下がタイムセット。で、上がインテジャーで、下がフロートかな。で、コンパイルをして保存をして、で、レベル3のブループリントに行って、ちょっとここを外して、このゲームインスタンス用のやつを外して、ここに PPI ゲームインスタンスレベルビギンで、ワールドレベルを3にして、タイムセットを300にする。で、これターゲットはやっぱり必要で、ゲームインスタンスのやつに通知を入れるっていう感じになります。多分これでコンパイルして保存してプレイをすると、3と300から減ってってるって感じですね。来てない違う、これじゃない、まだだ。ワールドレベル3が来てなかったので、ちゃんとゲームインスタンスで設定します。ゲームインスタンスこっちですね。ここで BPI の、イベント、BPI ゲームインスタンスレベルビギン。これを呼んできて、ワールドレベルとタイムセットが必要なので、セット、タイムセット。両方セットで呼んできて、ワールドレベルとタイムセット。で、この辺ちょっといい組み方っていうところで、このブループリントインターフェースの中でも関数を組めるんですけど、今のところあんまりこうした方がいいっていう組み方が提案できるほど使いこなしていない状態なので、ちょっとゲームインスタンスの中、ブループリントの方、通常のブループリントの方で作業というか数値の管理をしていこうと思います。これのスコアカウントアップなんかもブループリントインターフェースの中でできるのかなと思うんですけど、変数の渡しを何回もあっちこっちにやるより通知だけもらってきた方が楽かなっていうのが今のところの感じなんですけど、より丁寧なやり方というか綺麗な処理にする場合、もうちょっとブループリントインターフェース内で関数を組む方がいいかもしれません。って感じで、とりあえず今のところ僕の方ではあんまりそのやり方をうまく説明できないので、この設定にしておいて、ただあとここたくさんこれから増えていく可能性があるので、一旦これを関数っていう形に、しておいて、でこれの名前をレベルビギン、レベルビギンって感じですかね。これを組んでおけば多分さっきステージが、00になってたのが3になって、一応流れとして組めてるってことだと思います。ということで、ここゲームインスタンスのこれから、ここに変更がかかって少し、見た目も見やすくなるんじゃないかなと思います。で、次プレイヤーですね。プレイヤーの BPI を選んで BPI アンダーバープレイヤーレベルビギン。この辺名前分かりやすくしないと後々すごいどれか分かんなくなるので、名前は自分が分かりやすいようにしておいた方がいいと思います。で、このインプットの値、インプットなので確認してなかった。カメラタイプと、カム Z セットとカム Z。これな。こっそりどっかで直したい気がするんですけど、
とりあえずこんな感じで作ってしまったので、このままこれを使っていこうと思います。で、ゲームインスタンスじゃない。BPI プレイヤーで、インプットを3つ。1個はカムタイプ。カメラタイプだ。カムタイプ。で、これがインテジャー。で、次がカム Z セット。次がカム Z。で、これが両方ともフロートって感じでコンパイルして保存って感じですね。で、レベルブループリントに戻って、ここで BPI。で、BPI プレイヤー。これ、あれですね、ここでわかるんですけどね。グループ分けされてるんですけど、なんか見落とすんですよね。見落とす。なんで、とりあえずゲームインスタンスとプレイヤーっていうのを入れるようにしてます。で、この BPI プレイヤーレベルビギン。ここのターゲットは Get プレイヤーポーンがいいのかなっていう形で、こういう感じですね。この辺をどかすって感じでやっていこうと思います。で、カムタイプが0で、カム Z が100なので、0、100、100、100、100ですね。コンパイルして保存。この状態で確認をしたいと思います。プレイ。ダメですね。これで、とりあえず、設定はできたんですが、プレイヤーの方で、どれだっけ？この 2D サイドスクローラーのキャラクターの方で、受け渡しのデータをもらわないといけないですね。で、BPI のイベント BPI プレイヤーレベルビギン。これを、どれだ？これか。全部カメラか。セット。よいしょ。カムタイプ、カム Z セット、カム Z。で、これをもうこれからさらにまた増えると置く場所がなくなるので、関数にしちゃいましょう。関数名をレベルビギン。順番がおかしい。こうすればいいのか。で、ここまでやったら、カメラが変な感じになってないっていう状態で、って感じですね。ここが走ってなければカメラが変な状態になるっていうところで、このキャストで読んでたやつがこういう感じになって、こっちもキャストで設定してたやつが、こういう形になるっていう感じで、キャストを呼ぶ必要もなくなりつつ、見た目も整理される感じになって、一石二鳥な感じなんじゃないでしょうかっていう形でって感じですかね。ブループリントインターフェースは自分の中で関数を持って計算みたいなこともできるし、もっと複雑な使い方もできるみたいなんですけど、とりあえず今回、キャストを使わないぞっていう、そういう名目のもと使う用途としては、こんな感じでどうでしょうかって感じですね。ってな感じで、次回は、一応オーバーラップしました。死ぬ設定も一応このままほっといて、次回はこのデスってかそのダメージ判定の処理が、シャープ22のデータではこれは直ってるんですけど、シャープ 15?16 の時のデータだと、まだひどいっていうかちょっとバグも含んだままのダメージ処理の状態なので、これの直し方と、あとコリジョン全く設定してない状態で、せっかくコリジョンを長々と説明したのに使ってないので、そこの設定をして、この横歩きの定義に関してはそれで完全体という形に理解したいなと思います。って感じで、次回もろもろ調整をしたいと思います。ということで、次回もよろしくお願いします。